皆さんこんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。私は横浜の工部館道場の師範代をやらせていただいている山口と申します。よろしくお願いいたします。今日は実際の殴り合いですね。そんなことやっちゃったらどうなるのかっていうことをちょっとお話ししたいと思います。合気道を批判する人たちはですね、合気道なんか実践に役に立たないじゃないかってよく言われるんですよね。ですけども社会人としてですね、実際の戦いやったらどうなるのか。合気道みたいにですね、腕を取ったとかですね、胸を取ったとか、そんなごちゃごちゃやらないで、一発で倒しちゃえばいっぺんじゃないか。あるいは投げ飛ばせばいっぺんじゃないか、こんな体をひねるとかですね、こうだとか、こんなの必要ないんじゃないかって批判が結構あるわけですよね。ですけど、そうなったら、そういうことをして相手を怪我させたらどうなるのか、自分が犯罪者になっちゃうんですね。知り合いの牧師さんの話なんですけども、ブラジルの牧師さんからですね、電話があって、日系人で日本へ来た。これで、日本で稼ごう。日本で稼ぐと結構短期間でですね、ブラジルのお金からすると結構たくさん稼げる。これでご家族がアパートに入れて、自分は家を売ってそのお金で日本へ来た。これで家族にですね、ちょっと3年ぐらい待っててね。お父さん稼いで立派な家買えるだけ、その稼いでくるからね。これで来てですね、3日目か4日目ですね、なんか外で揉めたらしいんですね。これで相手が日本人なんだけども、相手が殴ってきた。そしたら、その人は体でかい人なんだけども、頭きちゃったんですね。ここでバーバーって殴ったらですね、殴っただけじゃなくて、相手がバーッと倒れて、ここで頭を打ってですね、なんと死んじゃったっていうんですね。だから殺人の意思はなかった。故意ではないけれども、過失で殺人ということで、3年間の懲役に入っちゃったっていうんですね。これで、家族はですね、もう、家賃も払えないですよね。これで3年間で待っててねっていう3年間が、働く3年間じゃなくて刑務所の3年間になっちゃったんですね。これで牧師さんがブラジルから慰問に行ってくれ、行ってみたらもう本当に自殺せんばかりにですね、もうしょげてた。あの時手を出さなければよかったのに、ってことですね。つくづくそう思って、もう自分の人生から家族の人生全部ダメにしちゃったんですね。だから安易にですね、社会人が実践でどっちが強いんだとかですね、そういうことを絶対言ってはいけないし、やってはいけないんですね。例えば、合気道だったら、他の空手でもありますけども、こうかわしてあげればいいわけですね。相手が殴ってきたのをこうかわしてあげる。それでかわすだけじゃなくてですね、相手がまだ絡んできたらですね、一番いろんな技があるんだけども、簡単なのは一箇条って呼ばれてるですね、相手の手を肘を押し上げてやるんですね。そうするとくるっとなっちゃうんですよね。ですから相手が突き飛ばしてきたら下ろしとい下げてやってちょっと押し上げてやる。そうするとくるっとなって相手と平行になるんですね。そうしといて、ちょっと落ち着きましょうよ。何が痛いの？何で頭が来たの？聞いてあげるから、ぐらいなことでですね、二人で仲良く歩いていけば、そのうち相手も諦めちゃうですね。ですから、合気道をちゃんと稽古してればですね、その一発で倒すとかじゃなくて、穏やかに相手を制圧することができる。これで、相手もくるっと後ろ向きにされちゃうとですね、戦う今までの経験いろいろと聞いてみると戦う気がなくなるらしいんですよね。この野郎と思ってくるっとなってあれと思ってですね、戦う気がなくなる。これで話しましょうよ。どうして何を頭に来たんですが、私も悪いことがあったら謝るからぐらいのことでですね、相手を制圧できる。だから合気道はそのパンチでね、パンチの方が速いんだよっていうものとはこう一切はっきりと分けなきゃいけないですね。だからそれと一緒になってですね、議論して、いやリングに上がるんだ上がらないんだ、じゃない
ということを自信を持って合気道の人たちはねこう伝えていきたいなというふうに思います。その話またいくらでも広がっちゃうんですけども、とりあえず今回はそういうことで、ご清聴ありがとうございました。またお目にかかれる日を楽しみにしております。失礼します。